皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。チューリッヒからパリへ戻り、いよいよ最後の観光地フランスを巡ります。フランスといったら皆様は一番先にどの場所を思い浮かべるでしょうか。エッフェル塔や凱旋門かもしれませんよね。私がフランスで一番訪れたいと思っている場所は、空港から約360キロ、バスで約5時間ほど揺られた場所にあります。そろそろ見えてきましたね。世界遺産でもあるモン・サン・ミッシェルです。モン・サン・ミッシェルに近いこちらのホテルで今日は宿泊し、明日の朝一番で観光になります。夕ご飯をいただいた後、明日を待ちきれずに近くまでお散歩をしました。おはようございます。今日は旅の6日目になります。今こちらはモン・サン・ミッシェルがよく見えるホテルから撮っています。今日は私がこの旅で一番行きたかったモン・サン・ミッシェルの城内をゆっくりと観光することができる日になります。今からとっても楽しみにしています。それでは今日も一日楽しみたいと思います。行ってきます。モン・サン・ミシェルには徒歩でも入れますが、定期的にバスが運行されているのでとても便利です。ご存知の方も多いと思いますが、地理的にはフランス西海岸サンマロ湾上に浮かぶ小島の上にそびえる修道院になります。カトリックの巡礼地の一つであり、ユネスコの世界遺産にも登録されている場所です。このモン・サン・ミシェルが建てられた有名なお話としては、司教オーベルの夢の中で大天使ミカエルがこの岩山に聖堂を建てなさいと言ったことから始まります。最初は悪魔が夢に出てきていたずらしたんだろうと取り合わなかった司教オーベルでしたが、同じ夢を3回見て、そしてその3回目の時に大天使ミカエルが自分の額に指を触れて強く命じて、そしたら脳天に稲妻が走るような夢を見てびっくりして目覚めたら本当に穴が開いていて、お告げを信じて慌てて礼拝堂を作ったというお話です。聞かれたことがある方もいらっしゃるかと思いますし、信じられないようなお話ですが、現在残されている司教オーベルの頭骨には穴が開いているとのことで、なんとも不思議なお話です。今ご覧いただいている模型を見てもわかるように、岩山に聖堂だけでなく多くの建物が所狭しと建っています。現在はバスでも来ることができるように整備されていますが、昔は引き潮の時しか渡ることができない場所でしたので、これだけの建物を作ること自体びっくりです。聖堂の上部には大天使ミカエルの像が建てられています。
ここが多くの巡礼者が目指した場所です。当時はわずかな引き潮の中、ぬかるみの中を歩いて渡ったそうです。中には渡りきれずに命を落とした方も多くて、モン・サン・ミシェルに行くなら遺書を書いていけと言われるほどだったそうです。そこまでして巡礼したかった場所に今こうして来られたことに感無量です。世界遺産にこの場所は認定されているので、当時のもので修復もされているためタイムスリップした感じがあります。この島の中は道が狭くて入り組んでいて階段も多くて、母の足も心配でしたが、丁寧なガイドさんの説明のもとゆっくりと堪能することができました。今日のランチはモン・サン・ミシェル名物のオムレツをいただきます。サービスショット。すごい。モン・サン・ミシェルの名物のオムレツです。どうぞ。はい。味あるの？ご覧いただいてわかるでしょうか？日本のオムレツの概念が覆されます。ふわふわすぎて瞬間に口でなくなります。これは夫にも食べさせたいなと思いました。ランチをいただいた後はパリ市内へ向けて約5時間360キロを専用バスにて移動します。途中にお手洗いの休憩がありましたが、馬好きな母はなんとおもちゃの馬と戯れています。とても楽しそうでした。パリ市内に入ってきました。エッフェル塔が見えていますね。エッフェル塔には登ることはできませんでしたが、一旦バスを降りて記念写真です。パリ市内の観光は車窓からになります。
こちらが有名な凱旋門ですね。この日は何かの式典が催されていて、フランス国旗が凱旋門内に掲揚されていました。ナポレオンが軍の勝利を記念して建設を命じた高さ50メートル、幅45メートルの門です。シャンゼリゼ通りの突き当たり、シャルル・ド・ゴール・エトワール広場のロータリーの中心にそびえています。遠くからでもはっきりと見えて存在感がありますが、それだけではなくて彫刻や装飾が素晴らしかったです。今日のホテルはこちらのホテルになります。こちらで2泊する形です。窓からの眺めはこんな感じかな。まあ素敵なホテルですね。メトロの駅からも近いみたいです。コーヒーのセットがあります。ここはシャワールームです。ドライヤーも完備。こちらのホテルはお手洗いが別になっています。別になってると使いやすくていいですよね。で、ハンガーラックがあります。やはりここにもスリッパはないみたいですね。持ってきた携帯スリッパが活用できそうです。おはようございます。今日は旅の7日目になります。今日が、観光できる最終日になるわけです。午前中は皆さんと一緒にベルサイユ宮殿の方に、見学に行ったあとは自由行動になるわけです。なので、母と2人でパリの街を楽しみながら散策したいと思っております。それでは行ってきます。これから向かうベルサイユ宮殿というと、私が小学校の頃に流行ったベルサイユのバラ、ベルバラという漫画が思い出されます。ご存知の方いらっしゃるかしら。どうでしょう。当時は宝塚歌劇を見に行ったり、小学校の演劇で役を演じたりしたのを懐かしく感じます。広大な敷地に立つベルサイユ宮殿は本当に圧巻ですよね。ルイ14世が建造した宮殿で、権力の一極集中を実現するために、宮殿内には地方の有力貴族の居住空間までも用意されていたとのことです。それは外見から見てもわかりますよね。絶対王政、権力を見せつけるような建物だと思いませんか？ベルサイユ宮殿に到着しました。これから中の見学をできるみたいです。場内の見学は現地の日本人スタッフの方が一つ一つ丁寧に説明してくださったので、とても分かりやすかったです。ただ観光する人が多くてぎゅうぎゅうのところもありましたし、一方通行でもう一度見たいからちょっと戻りたいということはできなかったのが残念でした。ヨーロッパに来て多くの教会を拝見した時にも思いましたが、
このベルサイユ宮殿内も壁際、天井に飾られている絵の素晴らしさ、多さ、とってもびっくりです。すごい技術ですよね。そう思いませんか？鏡の間に来ています。とっても有名な場所、鏡の間です。全長約75メートルの美しい鏡張りの回廊になります。当時は鏡が高級品だったので、これだけの鏡を惜しみなく使用できる財力を見せつけるために作られたそうです。各国から来る使者たちが王の玉座に向かう前に、この鏡の間を通ることでフランスの国力を思い知らせるためでもあったとのことです。有名なベルサイユ条約もこの場所で行われました。こちらがマリー・アントワネット王妃の寝室になります。世界遺産に認定されているこのベルサイユ宮殿は修繕されつつもほぼ当時のままの姿であると思うと、建物の建築自体の素晴らしさ、内装の素晴らしさ、至るところに掲げられている絵の素晴らしさにため息が出ます。約2時間の場内観光があっという間に終わりました。これから自由行動が始まります。パリの街を散策します。午後からの自由行動では、以前から絵を描くことが大好きだった母のために、
ルーブル美術館を予約したので、それまでの間、近くのお店を回ります。4時からのルーブル美術館に入るために1時間前から入場を待っています。予約しても並ぶのが結構大変かもしれません。でもその分しっかりとルーブル美術館の中を楽しみたいと思っています。これからルーブル美術館に入ります。今やっとルーブル美術館の中に入りました。手荷物検査が終わって、これから中を見学したいと思います。行ってきます。世界芸術の総本山とも言われるルーブル美術館は予約が必要ですが、予約をしても結構な時間経ったまま待たされますので、入場した際は2人とも足が棒のようになっていました。でも多くの有名な美術品を拝見しているうちに親子で楽しむことができました。でも一番は超有名なモナリザですよね。近くで見ようとする人だかりでぎゅうぎゅうで、撮影がなかなか困難でしたが、とても素晴らしい絵画でした。まだ頼んでないです。これから頼みます。なんとアウトサイドのテーブルですよ。なんかパリもパリっていう感じで、ちょっと周りの景色をお見せします。いやー、こんなとこで初めてよ。本当。ねえ、外で食べるのも初めてね。なんかでも通常道路の脇ってのはあんま考えられないけど、こちらの人は多いのね。いい気持ち、寒くないし。そう、ちょうどいい。そう、ちょうどいい、ちょうどいい。素敵。ああ、いいね。お店の名前は。ではでは、今回お疲れ様でした。最後の夜を楽しみましょう。美味しい。美味しい。美味しいです。美味しい美味しい。あ、本当さっぱりしてて美味しいね。また外で飲むから美味しいのよ。そうかも。ね。このいい気候で。そう。今テラス席なんですよ。って言ってもなんかね、もう皆さん歩いてるようなところにテーブルがあって、そこで食べるんです。でもとっても気候も良くて、暑くもなく寒くもなく。今何時？今ね、なんと7時56分。もう夜の8時ですよ。これ約8時で、この明るさいかがですか？なんかずーっとなんか明るいからちょっと時間の感覚がわからないね。最後の最後にこういう形で自由行動だったので、ツアーに来た方とお友達になって、これから食事をしたいと思います。夕ご飯をいただいた後、ホテルに戻ってきましたが、エッフェル塔がとても綺麗にライトアップされているのが見えます。いかがですか？エッフェル塔がライトアップされています。静かな夜に名前を呼んだ、帰ることのない声がにじむ、あ
あの日の笑顔まだ焼き付いて、時間だけが僕を置いてゆく。またねって言葉の裏で、君はもう遠い場所を見てた。届かない想いを風に乗せて、君の空へ消えてゆく。触れた指先のぬくもりさえ、今はただ痛みになるだけ。もう一度会いたいのに。おはようございます。今シャルル・ド・ゴール空港に到着したところです。すべて見ていて、あとは搭乗を待つばかりというところです。いよいよ羽田空港に向けて出発する朝を迎えています。14時間ぐらいのフライトがこれから待っているので、ちょっと大変そうですが、とりあえず最後まで楽しみたいと思います。7泊9日の旅、もうこれで最後です。これに乗ると翌朝ね、羽田空港の方に6時ぐらいに着く予定になっております。7泊9日楽しみにずっと来ましたけれども、経ってしまうとあっという間に過ぎてしまいました。でもいろいろな場所で、いろいろなものを体験すること、見学すること、お食事をすることができて、とても楽しかったです。いよいよ登場です。
お会ご苦労様。もう2時間待っちゃった。嘘ばっかり言ってる。たった今ですね、羽田空港に着いた後、入国の審査とかすべて終えて、手荷物も受け取って約1時間、到着してから1時間後に、夫が迎えに来てくれたので今会ったところです。今回は、久しぶりに母と7泊9日、ヨーロッパ4カ国周遊の旅、とっても楽しかったです。でもね、こういう機会ってあまりないので、本当に貴重な時間を過ごすことができたと思っています。夫にも感謝ですね。はい、感謝してますよ。はいね、ありがとうございました。ということで、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。